なんと神様は FR を見捨てていない。晴れ間が差し路面は乾き出す。ここでチューニングの違いを検証するためにライバル車インプレッション。まずは FR チームから。前回の群祭でフィーリング悪化を指摘したノブがアルボをチェック。実にいい感じのバランスがいい。ちょっとね、皆さんにはね、このインプレからすると、遅そうに見えるかもしれませんがね、相当路面がねグリップない状況で結構ね車はいい感じにいってますよ。あとヘンテコのライン通ってますけど、これは雨対策ですから。ぶっちゃけですね、アミューズ号とほぼ同じ感じですね。動き方とかグリップの仕方とか、食うところ滑るところ、それからギアの選択、それから立ち上がる時のトルク感とかね、ほぼ一緒な感じがします。SE1000独自のこのピーキーな感じが少しね柔らかくしてある感じで、滑っても怖くないし、コーナリングとかブレーキングとかを楽しめる感じの車ですね。11秒台だったアルボは8秒台に。続いてアミューズの新作 S2 をドリドリがチェック。これ乗りやすい。リアがしっかりしてるよこれ。まだタイヤ冷えてんだけど、アクセルオンの時のねリアの落ち着きいいなこの車。ここ速いわ。この路面だと全然ねアミューズの方が楽。走っててじわーってアクセルをじわーっていうところから全開がこの時間がすごい短い。だから乗っててねケツの出方がこうすごくしっとり出るから、ピクピク出るんじゃなくてじわーって入れたらじわーっとこう後ろが来るからさ、その後ポンとアクセル入れられるっていう全開に。だからこっちの方が乗りやすいよね。魔王はねなんかとんがってるね。チューニングスペックが非常に近い FR に対して FF チームは三者三様。ライバル車インプレッション。軽量化かパワーアップか、どっちのシビックが楽しいのか、はっちゃんがチェック。はい、それではシーカーのパワーはやっぱり感じますね、正直。これドライになってきたらやっぱこっちの方が速いんじゃないかな。まあ軽さとパワー、まあこっちはパワー側で来てますが、150キロぐらい重たいっつったかな。けどやっぱ小気味良い動きっていうのは軽さには、軽い車にはやっぱあるよね。難しいねこれ、どっち選ぶっつわれてもやっぱパワーは必要だし、正直軽い方が気持ちいい、当たり前なんだけどね、それはしょうがないと思う。でただパワーがあるっていうのはやっぱりタイムにはつながると思う。もっとドライになっちゃうとやっぱパワーの方が大事になってくると思うんだけど、今のこのすごくこうなんつうかな難しいコンディションだとやっぱ軽さっていうのも武器になるよね。だいぶその辺どっちかというと、車の動きを助けてくれる方向になる。そしてオリダーは高回転のシーカーとトルクのジェイズを比較インプレッション。やっぱちょっとだけこっちのエンジンの方がトルクがある感じがするね。
4回転を4スロで乗る最高の楽しみはこっちに軍配があるかなって感じがしましたね。なかなかね僕も正直こういうチューニングカーで FF の車乗る機会はそう最近は少ないんですが、やっぱりリアタイヤをコントロールする FF の楽しさ、これはねちょっと面白かったですね。結構スーッとテールが出るようなセットアップになってて、乗っててすごい気持ちよくて、これも FF とか FR とか関係ないですね。サーキットをこうラップで楽しむにはね。いや FF 楽しいっす。ビビりました。路面はさらに乾き、各マシンはチェックのため次々とコースイン。タイムは急上昇。バトルはどうなる？ VTEC FF 対 FR バトル in つくば5ラップスバトル。ちょっとこの嫌なコンディションですけど、他はね 2.4 まですごいパワーがある車ばっかりですから、ちょっとストレートはどうなるかっていうのはあるんですが、けどバランスの良さっていう部分を存分に見せたいと思います。はい、だいぶコンディションが変わってきました。ほぼ路面は9割9分ドライでございます。こうなるとですね、予選のタイムは、関係なしにやっぱり S2 が来るのかなと思いますが、なんとかシーカーさんの、シビックでトップ守りたいと思います。取りたいと思います。さっきよりコンディション良くなってきたんで、どうなるか分かりませんが頑張ります。予選をですね見事やられちゃいました。それはね路面コンディションが結構ウェットだったんでやられたわけですが、今ね路面状況どんどん変わりつつあるので、なんとかこう逆転したいと思います。さあやってまいりました VTEC クラブ FF 対 FR 日本一決定戦ですよこれ、それとですね S タイヤ対ラジアルタイヤ、これをこのハーフウェットでお見せしたいと思います。今回はドライバーもやらせていただくということで、チューナー兼ドライバーとして F2 戦の良いところを見せられればと思います。頑張ります。グリッドはタイムアタックの順法。ローリングスタートに向けてフォーメーションラップ開始。先頭の服部スピリッツはゆっくりとしたペースでローリング。グリーンシグナルとともに土屋ゼイゼスニがインに、柴田アルボーがそれに続く。リプレイは谷口アミューズから。絶妙な間合いを取ったドリドリがジャンプアップ。ダメだ、スタートが。なんとジェイズシビックがスピン。なんや梅ハン。トップはジェイズ SE のドリドリ。シーカーのオリダーがそのインを狙う。ホールの服部スピリッツは5番手。あれ台数が1台いないような気がするんだけど、ここはパワーの差。これしゃあないな。レコードラインはほぼドライとなった。これねバトルにはね非常に厳しい路面状況です。インさせないもんな。レコードラインを外すと滑るだけに勝負をかけられないと言っているところで、ドリドリが突っ込みすぎ。オリダーチャンス。80あるから第2ヘアピンはまだ乾いていないだけに FF が優勢。オリドシーカーはジェイズ S2 に襲いかかる。絶対抜いてやる。直線ちょっと速いな。最終コーナーが速い。
2ラップ目の各社のタイムが1分2秒台で見事に並んだ。ドライ路面で FF と FR の差はなくなった。難しい路面をものすごいリカバリー。これぞ極上の FR を手にした時の土屋ゾーンに入った走り。しかしオリダーもマックスの走りで食い下がる。加速がいい後ろのアルボーに対してノブはドライ路面キープで応戦。いやー、これは全然抜かせないぞ。最もよく乾いている最終コーナーだけが S2 のポテンシャルの見せ所。3番手を走るノブのアミューズがオリドシーカーに急接近。シフトが入らなくなってきた。なかなかねついていくのが必死。乾くとやっぱ負けるな。バトルでは M コンパウンドのタイヤに変更したスピリッツ。軽さだけではついていけない。ウェットではアミューズの後陣を浴びたアルボーだが路面の乾きによってタイヤのグリップの差が減少。車重が軽い分加速区間でアミューズとの差を詰める。1コーナーが勝負どころとなるアルボー柴田だがここはまだ濡れてて無理できない。タイヤからでいいな。懸命に追い上げるジェイズシビックの梅本。残念ながらその勢いもここまで。ここでチェッカー FR 勢が1、3、4位に食い込みタイムアタックでの負けを取り返した。さあ VTEC クラブ日本一決定戦。この勝てんいやー素晴らしい。日本一になったのこれ。いやだってさまあいいけどここに出てくるっていうことはだよ、ね、よっぽど自信がないと出てこないわけ。あなるほど。でもあれですね、本当にちょうどウェットだとやっぱ FF の方がタイムが出て、まあタイヤの差ももちろんあるんですけど、ドライになるとやっぱ S2000 のコントロール性というかね。雨はね、やっぱこう FR とトラクションがかかんないよね、アクセルを入れただけでこう滑ってるからさ、3速でも4速でもその分ねやっぱこう FF の方が雨の中はね早いですね。トラクションいいよね。で今土屋さんの後ろ走っててまあ僕ら S タイヤだったんでブレーキとかはこっちの方が全然いけるんですけど、最終が全然速い。S タイヤ多分あれはどっちがS2000。あ S2 がね。S2。S2000 とか土屋さんが速い。S2 がね。けど最初何やったの？なんかあれ俺1台なんかいないような気がするんだけどと思って自分が一番後ろだと思ったけど魔王がバッ来たんでびっくりしちゃってでイン側入ったら余っちゃった。そうなんだ。ということでね、ドライになるとやっぱこう FR の S2 の方が速いと。これでだって S タイヤ入ったらぶっちぎっちゃうね。そうですね。まあ、でも速さでね求めるのか、まあ、その楽しさはね、その人が何を求めるかで、もちろんシビックも楽しい車ですし、S2000 はもちろん楽しい車ですし、どちらにしても一つ言えるのは、ちょっとチューニングしないとどっちもつまんないと思うよ。それはそうそうね、S2000 もシビックもノーマルじゃちょっとつまんないよね、なのでカスタマイズして、いいバランスを出せばどちらも楽しい車になる。だけどアミューズもアルボーもこうノーマルチックだよね。俺がだいぶやってるスピリット握ったんですよ。あ、そうなの？軽くしただけ。あ、そうでも本当は 2.1 とか言う分かんないけどなでもやっぱそういう軽さっていうのは効きますよね絶対ね。だから軽さでずっとあんだけついていけたっていうのはやっぱあるよね。だからあれってすごい簡単なチューニングじゃん。みんなで取っ払えばいいんだよ頑張って。いじるのが無理なら取っ払えということそうもうそれは一つのね手だと思うし、いやすごくライトウェイトっていうの楽しさが出るから、はい面白かったです。
ということは FF でも FR でも VTEC は楽しいぞということです、好きな方に乗って、あんまりこれやんなくてもよかったぐらいのバトルだったね。それが再確認できたと。そうあやっぱ面白いんだね、好きなの乗って。その鼓動とレスポンスが乗り手の魂を揺さぶる。やっぱり VTEC エンジンは楽しい。